日本語で会話をしていると、こんな場面ありませんか？用事の話はもう終わった。でも一緒にいる時間がある。仕事の休憩時間やエレベーターの中、オンライン会議の開始前や終わった後。沈黙があってもいいのかな？何か話した方がいいのかな？そんな時、でも何を話せばいいかわからない。そう思ってとりあえず天気の話をしてみたけど、そうですねで終わってしまった。今日はそういう微妙な時間に出てくる雑談というものについてお話ししたいと思います。こんにちは、萌です。このチャンネルは日本語学習者の方が日本の生活、仕事、会話になれるためのポッドキャストです。教科書にはあまり載っていない日本語や日本で生活しているとこれどうすればいいと感じるリアルなテーマについてお話ししています。今日は何を話すかではなく、どう会話をつなぐかに注目します。まず、雑談って何でしょうか？雑談は情報を伝えるための会話ではありません。例えば、正しい答えがなくてもいいですし、結論がなくてもいいですし、オチがなくてもいいですよね。むしろ、なんとなく続いている状態、それ自体が雑談です。ここでちょっと考えてみてください。皆さんが母語で雑談するとき、何か特別な話をしていますか？多分していないんじゃないかなと思います。最近どうとか、ちょっと忙しくて、だよね。それだけで終わることもよくありませんか？雑談はうまく話す練習の場所ではありません。相手との関係をゆるくつなぐ時間です。じゃあそんな雑談が続く人、一体何をしているんでしょうか？この人と話すとなんとなく会話が続くなぁと、そう感じる人いませんか？よく見ると、その人、たくさん話していません。むしろ、話していない時間の方が長いなんてこともあるんじゃないかなと思います。そんな人たちがやっているのは、反応を出すことです。例えば、そうなんですね。確かに、わかります。たったこれだけです。でも、これがあると相手は安心します。逆に、相手が話している時にずっと黙っているとどうでしょう？こちらは真剣に聞いているつもりでも、日本人はこう感じることがあります。つまらないのかな？もう終わりたいのかな？雑談では無言は実は丁寧ということではありません。日本語では相槌でたくさんのメッセージを出しています。聞いていますとか、興味がありますとか、まだ話していいですよとかですね。例えばそんな時に出てくる言葉は、そうなんですね。なるほど。これだけです。これでもっと話してくださいというのが伝わります。また、言葉以外でも頭を小さく下げてうなずく。これも相槌になります。うんうんと小さく頭を下げている日本人、見たことありませんか？じゃあちょっと、ここで少し練習してみましょう。今私がポッドキャストで話している途中で、相槌を入れてみてください。えでもどう入れたらいいかわからないよと思いませんでしたか？ここ、今うなずくタイミングです。これは私の感覚ですが、相槌を入れるタイミングは、相手の息継ぎ、文が終わったところ、文章で言うと点や丸のところです。ここで終わりそうだなぁと思ったところでうなずいてみてください。今です。こういう小さな反応が会話を止めません。相槌は理解したよとか、なるほどという時に使うので、自分がそのように感じたタイミングで、うんうんと入れるのが一番自然かなと思います。もちろん言葉の相槌も同じタイミングでいいのですが、うなずきに比べてうるさくなってしまうので、まずは文の終わりに入れるところから練習してみてください。次は逆に、まだ話したいなという時のお話です。雑談をしている中で、相手の話すスピードが速くて考えている間に話題が変わってしまった。そんな経験ありませんか？相手が何か質問して、一言答えて、まだもうちょっと話を続けたかった。まだ考えている途中なのに、相手が話し出してしまって、言いたいことが最後まで言えなかった。そんな時に使えるのがこんな言葉です。
そうですね。なんだっけ。これを言うだけで、まだ私は考えてます。まだ話したいです。というサインになります。相手が待ってくれることが多くなりますよ。これを言わずに、言いたいことを何も言わずに待っていると、相手が沈黙を恐れて話し出してしまうことが多くなります。雑談は上手に話す会話ではありません。短い相槌とか小さなうなずきとか考え中の言葉ですね。これだけで会話は自然に続きます。完璧じゃなくてもいいですし、沈黙があっても本当はいいんです。雑談は失敗しにくい会話なので、なるべくこの小さな会話からいろんな日本人とのやりとり練習してみてください。皆さんが日本語の会話で雑談が難しいと感じた場面があったらシェアしてくださいね。